チェンバーボーン。多数の施工不良や設計改良で手こずりながらもなんとか水道橋と立体植林場を完成させた我らがビーバー。3連自動汲み上げポンプのフル稼働で重力バッテリーさんが陥落したりとトラブルも多いが開発をやってくどう。現在の現場はこんな感じ。汚水期7日間に入ったが対策済みなので特に変化なーし。まずは水道橋の水位を調整するため、堤防と有料調節バルブを追加。水門でも構わんが使ったことない有料調節バルブを採用。コメント欄で水道橋に水車設置がよく話題になってるので、ちょろっとだけできるよの解説。少し工夫すればこんな感じでさらに上に風車も乗せられるぜ。遠目で見ると全く映えないので水車の導入は悩むねー。スカー芝一つで板6枚がきついから、今の生産量じゃちと厳しいぜ。まあ3連ポンプフル稼働しなきゃ動力余ってるので気が向いたらやりましょ。だな。てなわけで生産力を上げるため今回は紅葉区をがっつり手こ入れ予定。現在建設予定地を検討中でここは将来水道橋を伸ばしたいので目印つけましょ。はい、この道の部分はそのうち水道橋工事するので、ここを避けて紅葉区を作るどう。未来を見据えた都市開発。ではここを埋めて平らにして紅葉区を、ってやっぱやめたー。今日もうちのレイムさんは情緒不安定。こんな感じでおなしゃーす。埋めるんじゃなくて掘る方針に変えたか。建設作業員の小屋の高さでフラットにしましょ。ビーバー、ずらー。前回500ビーバー超えたこともあり、仕事に飢えてた建設作業員がずらりと登場。夜中にこっそり追加工事。夜中にやるなよミニキーだろ。紅葉区の整地のついでに、地下採掘場の周りを水没防止のために盛り土工事。地下鉱山、無限に掘れるのはいいが基本の高さが変えられないので水没すると地獄。そして工事途中で気づく、もう一マス広くすれば地下貯蔵庫置けるじゃんと。この後結局掘って広くした。建設作業員フル動員でビャーっと工事中。小屋前でサボってるビーバーゼロ、効率よく作業できてる模様。はっぱー。あれ？おかしいぞ。声が、遅れて、聞こえて、くるぞ。早朝の500ビーバー通勤ラッシュと被っちゃった。さすがにこの数になると PC も処理落ちするな。やっちまったー。一段低く掘りすぎたー。始まったばかりなのにビーバー脳はもう処理落ちしてる。埋め直すのはめんどい。霧川の水は溢れないから問題は棚上げで。おい。一個爆破し忘れた。処理落ち激しいビーバー脳。続きの整地作業はトンネル使って崩落させて工事します。この大きさならダイナマイトでも良さそう。まあ爆薬と生成物の節約にはなるからこれはこれでありだよ。トンネルに使った板は後で回収できるし。さいですか。ついでに上の台地も埋め埋め。なお使用用とは全然考えていない適当仕事。地下鉱山壁を高くした影響で緑地が解除されちゃったので、支柱とつなげて水分を下に送れるように回収。最終目標の完全緑地化のためここは妥協なし。さあ我が精鋭よ、キリキリ土木作業に励むのだー。颯爽と爆薬を運び穴を掘るビーバー。だというのにお前ら2匹は、精鋭といえど所詮ビーバー、致し方なし。今夜はそこで野宿して反省せい。なお翌日救助用の階段が完成して無事脱出できました。川側の壁を高くするためジップラインの駅回収。地味修正。しかし高さが足りず真横に新駅建設。お前ほんと無計画だな。紅葉区建設予定地の隣の岩場を崩落させろー。しれっとそこも平坦化してたのな。意味はないから伝えるまでもないかと思ったけど急に地形変わってるとあれと思われそうなので叫びました。どうでもいいところで律儀だな。いのちの水。命の水が換気7日間の終了をお伝えしました。では紅葉区建設予定地の平坦化の仕上げだー。これで紅葉区の建設がやっと始ま、ちょっと待て、横繋がったままだぞ。ご安心くださいそこは準備に抜かりなし。側面切り離し用のダイナマイト、はっぱー。みんな逃げろー、岩が崩れるぞー。訓練されたビーバーなのでこの程度避けるのは朝飯前です。良い子は真似すんなよ。壁が高くなったのでもう水没しないと思うけど、念のため排水用の自動汲み上げポンプを再設置。緑地化解除されてた場所も、追加の盛り土のおかげで無事緑が復活しました。さて紅葉区の開発をと思ったけど、川の形が歪で気に入らなかったのでもう直角にしましょ。細かい。などとやっててふと気づく、小麦も小麦粉も在庫ないじゃんと。一向に紅葉区の開発が始まらねえな。
ビーバー総出で作付け変更、初期から育ててたジャガイモを刈り取って小麦にするのだ。食料自体は在庫あるけど、立体農場の作付け超適当だったから生産量を見誤ったぜ。500ビーバー超えて単純に食べる量も増えたしね。そこも小麦植えるんで早くどいてもらえません？前歯ガチ勢のビーバー、満足いくまで研ぎ続け気づけば夕方になっていた。お前は待ってやらん。哀れ試作強制終了。で道も整理して無事小麦の作付け指示ができました。まあ定時過ぎてるから植えるのは結局明日だ。道の修正の関係でポンプも壊して一マスずらして整越。言わなきゃわからんような修正多いな。流量調節バルブが完成、流量制限ができるようになりました。自動水汲みポンプは水位が一定になると止まるので、水車発電をすることになったら使うことになるかな？これで工業区の基礎平坦化工事が完了だ。やっと工場の設計が始まるぜ。まずは地下鉱山で集めたスクラップを精錬する工場を真上にワンフロア作ろうかな。近いと運ぶのが楽。しかし気づいてしまう。この高さじゃジップライン通せないどころか精錬所も建てれへん。ダメじゃねえか。下手に作ると今後延長予定の水道橋の建設の邪魔になりそうと思い、先にこちらの設計をすることにしました。今回は一本足の下が緑地化される設計が採用されました。そしてふと思う、最初に作った水道橋もこの設計でよかったんじゃね？と、後の祭り。こんなんなりました。すでに下に川が流れててほぼ緑地化されてるので役立たずと言わざるを得ない何かの設計が完了。自動で水性農場に水が流れるよ。いや現状自動ポンプで組んでるし。いつか役に立つ多分かよ。で水道橋の邪魔にならないように精錬所を並べてみたけど致命的な問題が発覚。一体何が起きたんだ？遠くから見ると全然映えない。ビーバーたちにはどうでもいいことだが動画投稿者としては致命傷。なので地上部分をそれっぽくするため、地下貯蔵庫ズラーにすることにしました。隠し材が5000ずつ保管できるようになる予定。コメント欄でよく螺旋階段は使わないの？って言われるから今回は螺旋階段を使うぞー。当チャンネルは皆様の応援という生命維持装置で動いてます。上の階層を作るための支柱は今シーズンで気に入った家を使った工法を採用。またビーバーが増えるね。やったね。で測量をしてたらもう一マス川幅を広げたくなったので設計途中だけど一旦工事を開始。見切り発車、出発進行。ではサクッと発破して設計の続きを、でも地下倉庫いくつか完成してる。ビーバー仕事早えな。そんな感じで河川工事してたら地下倉庫ほぼ完成しちゃってました。ここまでできちまうともう設計変更しづらいぜ。家を使った改装構築はもう手慣れたもんだけど、家に入るためのルートの確保に少し手こずったよ。入れない家なんて施工不良どころか建築界のギャグだぜ。そしてここまで作って気づいてしまう、2階層に登る螺旋階段繋がってないじゃんと。はい、2階に入れないギャグ入りまーす。泣きながら2階層をがっつり崩した。螺旋階段はこの建築のコンセプト、妥協は許されないぜ。こんな感じで無事螺旋階段が設計できました。まあみんなジップライン使うと思う。設計思想の全否定やめてよ。これだけスペースあればそれなりに工場が建設できそう。この高さなら遠くからでもビーバーたちの働く姿が見れそうだ。では工場の配置を決めるぞ。おー。失敗した。私は失敗した。効率よく鉄を精錬したいのにほとんどの場所をすでに倉庫で埋めてしまったのボケ。もうこれ鉱山の上に作っちまおう。工業区整地めっちゃ頑張ったのに結局そこに建てるんかーい。こんな感じでおなしゃーす。これでいいのか感が若干するが、まあ移動距離は短いからいいか。動力は垂直パワーシャフト連打だー。超簡単な納金設計。2階層は板と歯車生産に特化、ビーバー転落防止用のフェンスをつけてこんな感じにしましょ。安全確認、よーし。さらに突出部を使い3階層目の設計を開始。地形ブロックが横3マスならせり出せる性質を利用して、建材を減らすドケチ施工する親方。そしてここまで作ってまた気づいてしまう。螺旋階段作り忘れたと。ほんと学習しねえビーバー脳だな。しかも3階層の基礎の突出部と被ってる。終わった？ 2 度目の階層がっつり丸々撤去。自業自得だがレイムさんの MP がゴリゴリ削られるやつ。そして基礎の突出部が少し複雑になったけど、なんとか螺旋階段の設計ができました。で3階層は木材加工場と今まで作ってなかった印刷所。ビーバーが本を読む時代に。イヤホン食べて消費しちゃうから稼働は完成しても当分させないよ。それもうただのオブジェじゃねえか。
印刷所で使う紙を作る工房を隙間にねじ込み作り込み中、今更ながら動力繋がってないことが発覚。がっつり作り込んでからの修正は地獄。っていうか前列全部繋がっとらんのよ。地形ブロックの繋がりのため掘れないし、1階建ての工場だから道をまたいで接続もできねえ。あびゃー。設計済みの3階層を巻き込んで爆散。ビーバー脳も熱暴走で爆発寸前だぜ。泣きながら作り直した。涙でビーバー脳が冷却されたね。やったね。やったね、じゃないよ。へへ。でちまちま作り込み3階層に資材と完成品用の倉庫も設置。やらかしも多かったがなんとかやっと形になったぜ。こんな感じになりそうろー。これなら遠くから見た時も存在感あるな。それなりに映える見た目になりそう。完成が楽しみだぜ。そしてここで油断した私、がっつりやらかしてしまう。なんだよ今度は何やらかしたんだ？録画を忘れた。致命的なやらかし。意図かなし。てなわけで撮影のために未来から戻ってきた私は知っている。このロッティは水没する。ああ確かに今の水位なら水没しないが満水になったらこれダメなやつだ。でもこれを壊すということは。はい3度目の正直入りまーす。私の MP はもう枯渇寸前よ。まあ完成後に修正するよりかはマシだぜ。そして支柱部分を修正し終わる頃には元の形を忘れちゃったけん。散歩歩いたら全部リセットされちゃう小鳥並みの記憶力。あと建設開始前に水道橋の工事部分の仕事優先度を下げておきました。これで工場建設の方が優先で施工されるぜ。ビーバー、考えー。ビーバー、ずらー。うっかりで掘りすぎたこの段差が悲しい。建物建てちゃったし対岸を削るしかねえかな。全体像はこんな感じ。立体植林場の一番上に足場を作って上からぶん投げ工法。いつものやつ。足場が完成したぞ。皆の者を、キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。建材は十分ある。一気に作り上げろー。先んじて建設し終わった工場を一時停止に設定。まだ動力が来てねえ。勝手に働こうとすな。手の空いてる子はこっちの水道橋の工事を手伝って。ローコスト設計とはいえこれもそこそこ工数かかるぜ。そうだ裏のこの部分、足場がないんだった。録画ミスった時もここ忘れて建設遅れたのに、やり直し撮影でも忘れちゃうのがビーバーの寒気が来るぞー。今回の寒気は9日間。すでに結構できてる。寒気終わる前に余裕で完成しそうだ。いやむしろ寒気が来る前に完成させなさいよ。罰として寒気の間24時間労働だー。鬼の所用。24時間労働で娯楽施設が使えない状況になったので、泥場を解体してポンプに置き換え。一応雑な感じで空き地に泥場を追加で作ってあげた。まあ完成しても使う暇ないが。再建築の際にうっかり地形ブロックの矢印の向きを間違えちゃった。このままだと一生建設されないやつ、MP 切れてる時にやりがちなミス。あんた前歯かけてるわよ。いやお前が農地広げた時に剣巻き壊したからだろ。そうだった。新工業区の建設が完成したので足場を撤去。24時間労働開始から2日目でのスピード施工。こんな感じになりそうろー。これで24時間労働から解放されるな。いや7日間連続24時間労働の実績があるから、このまま換気終わるまで不眠不休で働いてもらうよ。いや換気9日だし、2日多いぞ。おまけです。いらねえよそんなおまけ。近くで見ると、こんな感じになりそうろー。最上階は水道橋が邪魔でジップラインの駅が奥に設置できてないな。ジップラインの桁を使えばいけるけど進む先がまだない感じ。さいですか。さてビーバーたちを24時間お座り待機とか虚無感がヤバそうなので、倉庫建設のお仕事を追加発注。あと工場の数は適当なのでカウンターを作って、80% 以下稼働、100% で停止みたいな自動化をする予定。全部設定するのはなかなか骨が折れそうだ。お座り待機ビーバーなーし。地獄の24時間労働が続く。カウンターだけではやりたい自動化設定できないので、上に建設しようとするも足場作るの面倒で却下。結局逆サイドに平置きで済ませちゃう MP 切れの匠であった。お座り待機ビーバーがおるな。貴様は片付けでもやっとれー。倉庫に空きがあるのでこのまま稼働させててもよかったが、割とどうでもいい理由で撤去作業を開始。さらに追加のお仕事を発注。大きな風車をがっつり造成越。さすがにこの数で最高速にすると画面がガックガクに。ビーバーズ上の不満アイコンが、24時間勤務とか聞いてないと暴れてるのず。誰だー、ここにリレー設置したんは、これじゃ自動化できんだろ。
犯人はお前だ。あと必要なのはメモリーな。そうだった。換気明けまで暇だからハッパー。雑な理由で細かい修正工事。そろそろ追加の水道橋も完成させようということで建設優先度はアップ。そっちはまだ工事終わってなかったのな。ここはとりあえずバルブで水位を調整予定なので、水が逆流しないように工事前に堤防で塞ぎましょ。旧紅葉区の倉庫も整理して少しずつ買いたい。今までご苦労様でした。空きベッドが26あったので、その隙に500匹記念に建てたロッジを買いたい。今回も家増えてビーバーの数がしれっと550を突破。哀れの塾になるビーバー。今は24時間労働中やぞ、寝るんじゃない。疲れ果ててぶっ倒れてるんだ。これぐらいは見逃してやれよ。失敗した私は失敗した。除水バルブ、水生植物が邪魔で設置できない。結局堤防を一マスずらして作り直す2度手間を経て、除水バルブの工事が行われた。お前、ひっまそうやなぁ。24時間労働の束の間の休息を邪魔してやんなよ。じゃ余裕ありそうだし、今度はこのうっかりやらかしちゃった段差の平坦化するぞ。また無駄工事が始まった。てなわけで建設作業員の小屋を適当に仮移設。さすがに通勤遠いからちゃんとしたのそのうち建てようぜ。並行して旧紅葉区の解体をさらに進めようと思ったんだけど、シャフトが分断されるのでどうしたもんかと悩み中。ごちゃごちゃでどれがどれだか。細けいことはいい、まずはぶっ壊せ、後から整え休む。MP 切れで思考力低下中のビーバー脳、もう正常な判断ができないドロドロ状態。でさらに追加でこっちの緑地化してない部分も崩落させて平坦化じゃ考えるのが面倒になり葉っぱで緑地化を目指す破壊神が降臨。こんな感じでおなしゃーす。段差がなくなれば水道橋の効果でここも緑地化されるぜ。新たな建設作業員の小屋の完成を待ちつつ、少しずつ平坦化予定地の作業小屋を撤去。だいぶここもスッキリしてきたな。でも次何建てるかは決めてないよ。おい。いのー、ちのみず24時間労働の辛い9日間の換気が終わった。みんなよく頑張った。今日は特別に休暇をやろう。ほんとご苦労。平均50くらいだった幸福度も39まで目減りしてる。ゆっくり休んで英気を養ってくれ。明日からは16時間労働だよ。束の間の休日で幸福度が10回復した。干ばつ明け祝いの葉っぱだというのにまた中途半端に音が鳴らない例のあれ。では気を取り直して大崩落祭りじゃこっちも換気の間に工事終わってたのな。第2波崩落。あとは繋がってる部分を落として観光だな。爆薬設置忘れた。おい。続きまして追加建設した水道橋への注水開始。いのー、水流れるの、おせー。パワーが足りない。あとお前風車のサイズミスってんぞ。では紅葉区が完成し追加の水道橋に注水を開始したところで平坦化作業に勤しむビーバーを見つつ今回はここまで。1、2時間分録画し忘れて絶望しましたが、頑張って再度録画し直しました。ご褒美にハイプをなしゃーす。24時間労働9日を乗り越え巨大建設を完成させ実績の解除も成功したレイム。資材供給の安定化に成功し在庫もたっぷり。次回はどんな大規模工事を行うのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。